皆さんこんにちは、レミです。今日は脇がと多汗症の治療であるミラドライの経過報告をしていきたいと思います。ミラドライについてなんですけど、これまで2本の動画を公開していて、ミラドライをやった直後の話だったりとか1週間後の話についてはそちらの動画にまとめているので、そちらを見ていただけると嬉しいです。で、今回の経過報告なんですけど、私ミラドライをやって約1ヶ月と1週間経ちました。なのでミラドライをして約1ヶ月後の話をしていきたいと思います。で、主に汗の量や匂いについて、痛み腫れしこりについて、1ヶ月して感じたことについて話をしていきたいと思います。で、早速1つ目の汗の量や匂いについて話をしていきたいと思います。で、この動画を見ていただいている方が一番気になるっていうのが、ミラドライをして汗の量が減ったのが続いているのかだったりとか、匂いが減ったのが続いているのかだったりとか、この効果の位置についてだと私は思うんですけども、で、以前の動画で脇汗はミラドライをしてから脇汗ほぼかかなくって、肌がサラサラした状態です。で、脇がの匂いもしませんっていう話もしました。で、1ヶ月経ってそれが持続されているのかというと、残念ながら脇汗もかくし、脇がの匂いもします。はい。ただ汗の量だったりとか、この脇がの匂いもミラドライをする前と比べるとかなり減っています。体感としてはだいたい10分の1ぐらいになったかなっていう感じです。なんか例えば汗の量なんだけど、以前は何もしてなくても脇汗をかいて、脇の下がペタペタした状態がしてた時が結構あったんだけど、そういう場面がだいぶ減りました。なんかせっかくシャワーを浴びたんだけど、少し経つともうシャワーを浴びる前の状態になっているって感じだったんだけど、今はそれがほとんどありません。で、さっきジョギングをして帰ってきてシャワーを浴びて化粧して今動画を撮ってるんだけど、さっきこのシャワーを浴びてサラサラで綺麗になった状態が今も持続している感じです。動画だからさ、触ってもらうのは無理なんだけど、触ってもらいたいぐらいサラサラしてる。はい。で、脇汗が減って脇汗をかいてない瞬間が増えたとはいえ、じゃあどんな時に汗をかいているのかっていうと、やっぱ今8月の頭でもうやっぱ夏真っ盛りっていうこともあって、屋外にいると当たり前に暑いし脇汗をかきます。で、もともと汗っかきっていう体質もあるし、ジョギングが趣味で週に何回か走ってるんだけど、運動をして自分の代謝が上がってきてるっていうのもあって、暑い時に外にいると当たり前に汗をかくんだけど、それに伴ってやっぱり脇汗もかきます。でもさ、多汗症じゃなくても人間だったら脇汗はかくよねって私は思うので、暑い日のこの脇汗だったりとか運動後の脇汗は正直私はあんまり気になりません。なんだろう、普通の人間程度の脇汗の量になったかなって感じ。多汗症じゃなくて普通の人間の量になったって感じ。はい。で、多汗症の人は共感してもらえるかなって思うんだけど、前の私はなんで今脇汗かいてるんだろう、何もしてないのにっていう感じで脇汗をかいてたんですよ。なんか他の部分はどこも汗かいてないのに脇汗だけかいてるみたいな。でもミラドライをして1ヶ月後の今は何もしてないのに脇汗だけかいてるっていう状態がほぼないです。で、そういうことを考えるとやっぱミラドライの効果は持続してるのかなって思うし、しっかり汗腺が破壊されたのかなっていうのを実感しています。で、脇がの匂いに関してなんですけど、以前は日常生活を送っている時に自分の脇がの匂いが匂いを嗅いでなんか嫌だなって思う瞬間がほぼなくなりました。で、今脇がの匂いを感じる瞬間っていうのは暑い外にいて帰ってきた後だったりとか、運動の後になんか以前に比べるとだいぶ匂いの程度を抑えられてるんだけど、やっぱちょっと脇がの匂いがするなって時があります。あと強めのストレスを感じた時に脇がの匂いを感じる時があります。まあでも脇が臭がするって言ってもミラドライをする前のやっぱ10分の1ぐらいの程度の匂いで、何もしてない時に香ってくるとかじゃなくて、こうやってさ一生懸命脇の下を嗅いだ時に奥の方で
遠いところでなんか脇がの匂いがするかなっていう感じの匂いです。でストレスに関してなんですけど、ミラードライをしたのになんかちょっと脇が臭がするよなって思った時になんか余計なんかストレス感じちゃって、それに伴って結構脇が臭がさらにちょっと強め感じることが数回この1ヶ月間にありました。じゃあ続いて痛み、腫れ、しこりについて話をしていきたいと思います。で1ヶ月経って腫れとしこりは全くない状態です。で腫れは結構早い段階で引いて、しこりはクリニックさんで聞いた通りマッサージをこう行っていくうちにいつの間にか消えました。で今でもたまに気になるのが痛みです。なんかこの脇の奥の方がなんかじんじん痛い感じがするっていうのと、この皮膚の表面が擦れて痛い感じがします。こう今こうサスサスしてる時もやっぱりヒリヒリして痛いし、服を着たり脱いだりして擦れた時だったりとか、あとバスタオルで雑に体を拭った時にこことかは別に痛くないんだけどさ、脇の下をなんか雑にガーって拭くと痛い。でこれに関してはなんか表面の痛さに関しては保湿が足りてないのかなって思うので、クリニックさんで買ったこのホスピピュアっていうクリーム、薬用ホワイトクリームを塗って保湿をしたいと思います。でもこのホスピピュアじゃなくてもなんか普通のボディクリームっていうか保湿クリームでも全然いいそうです、保湿に関しては。でミラードライに興味があったりとか、ミラードライをこれからやる予定なんだけど痛みが心配とか怖いっていう方がいると思うんですよ。でも私が実際痛いって感じたのは局所麻酔を打った時、最初の 1,2,3 箇所ぐらいが痛いって感じたのと、局所麻酔が切れてからの数時間とミラードライをやって数時間だけの話で、ここ最近の脇の痛みだったりとか肌表面の痛みは全然耐えられる痛さだし、痛み止めを飲む必要もないって私は考えるので、痛みとかは恐れずにぜひ取り組んでほしいなと思います。最後に1ヶ月して感じたことなんですけど、これに関してはミラードライをやってよかったとしか言いようがない。で前回の2本の動画と感じていることだったりとかはほぼ一緒なので、こう並べる言葉も一緒になっちゃうので、ぜひそちらの2本の動画を見ていただきたいです。でこの1ヶ月新しく感じたのがやっぱ少し匂いだったりとか汗の量というか汗を感じる瞬間も出てきちゃったっていうのもあって、保証付きプランでミラドライをやってよかったなっていうことです。で2年間の保証があるので、今年の秋か冬らへんにまたクリニックさんに行ってミラドライをやっていきたいと思います。でミラドライの効果だったりとか持続力は人によって違うと思うんだけど、これからミラドライやる方で少しでも汗の量だったりとか匂いをゼロにしたいっていう方は、最初からやっぱり保証付きプランにするか、2回打ったりすることを私はおすすめしたいと思います。私も最初する前は1回でいいんじゃないかって思ってたんだけど、いざクリニックさんに行って先生に話を聞くと、やっぱ1回やっただけだと匂いとか汗の量は50から 70% くらいしか改善されないって言われて、保証付きプランがせっかくあるんだったら保証付きプランでやろうかなと思って保証付きプランにしたんですけど、あの時に保証付きプランにしてよかったなって今思います、すごく。で今後の経過報告についてなんですけど、汗の匂いだったりとか量だったりとかについて大きな変化があった時や、痛みや皮膚の状態に何かしらの変化が感じられた時に撮影をして動画をアップしたいと思います。で最後になんですけども、これまでミラドライに関して2本の動画を出したんだけど、私が思ってた以上に反響があって、質問だったりコメントをたくさんいただきました。本当にありがとうございます。すごく嬉しかったです。で質問やコメントも引き続き大募集しているので、何か少しでも気になったりとか質問がある方は、私が答えられる範囲になっちゃうんですけど、可能な限り答えていきたいと思ってますので、またどしどしお待ちしております。今回の経過報告はこんな感じです。で今回も長くなっちゃったんですけど、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。